皆様、こんにちは。私は2500年前、釈尊が法を説かれたその場に居合わせた弟子の一人です。今日は、妙法蓮華経の序本第一についてお話したいと思います。この経典は、釈尊が人々に伝えたかった真実の教えが詰まったものです。ぜひ最後までお付き合いください。まず、このお話が始まる場所と時間を説明しましょう。ある時、釈尊は、マガダ国の首都、オーシャ城の郊外にある領寿仙にいました。そこには、1000人、100人の僧たちが集まっていました。彼らは、皆、アラカンと呼ばれる存在で、煩悩を滅ぼし、心に自在を得た者たちでした。その中には、有名な弟子たちもいました。アニャ、狂人ニオ、マカカシオウ、シャリホツ、マカモクケンレンなど、皆さんも聞いたことがある名前でしょう。また、釈尊の養母であるマカはジャワダイや、釈尊の妃であったや、シュダラもそこにいました。さらに、8万人の菩薩たちも集まっていました。彼らは、クタラ山脈山菩提という最高の悟りを目指し、不退転の決意で修行を続けていました。その中には、文殊師利菩薩や観世音菩薩、弥勒菩薩といった有名な菩薩たちもいました。また、神々の王である大、釈天や、四天王、梵天皇、八大竜王。さらには、アシュラやガルラといった存在も、釈尊の教えを聞くために集まっていました。まさに、天上から地上、さらに端国に至るまで、あらゆる存在が釈尊の周りに集まったのです。釈尊の説法と不思議な光。その時、釈尊は僧たちに囲まれ、無量義という経を説かれました。説法が終わると、釈尊は深い瞑想にはいられました。すると、天から花が降り注ぎ、大地が震えました。これは、まさに未曾有の出来事でした。そして、釈尊の眉間から一条の光が放たれました。その光は東に向かい、1万8千の世界を照らし出しました。地獄から天上まで、あらゆる世界がその光に包まれました。その光の中には、6種、地獄、餓鬼、畜生、アシュラ、人間、天上にいる人々の姿や、諸仏が説法する声、菩薩たちが修行する様子が見えました。この光を見た弥勒菩薩は、これは一体何を意味するのだろうと疑問に思いました。そして、文殊師利菩薩に尋ねました。文殊師利菩薩よ、この光の意味を教えてください。文殊師利菩薩の答え。文殊師利菩薩は、弥勒菩薩の問いにこう答えました。皆さん、私はこう思います。今、世尊は偉大な法を説こうとしているのです。この諸仏にも、このような光が現れたことがありました。これは、世尊がこれから、妙法蓮華経という偉大な経典を説くための前兆なのです。そして、文殊師利菩薩は、過去の話を始めました。昔々、日が集う妙という如来が現れました。その如来は、無量義という経を説き、その後、深い瞑想にはいられました。その時も、天から花が降り注ぎ、大地が震えました。そして、眉間から光が放たれ、世界を照らし出したのです。その時、妙光という菩薩がいました。妙光菩薩は、800人の弟子を持ち、日が集う妙如来から、妙法蓮華経を授かりました。その経典は、60中号という非常に長い時間をかけて、説きれたのです。そして、妙光菩薩の弟子の中に、愚妙という菩薩がいました。彼は当初、妙理を求める怠け者でしたが、1年ほ期して全行を積み、諸仏に仕えるようになりました。弥勒よ、実は、愚妙菩薩は、あなたなのです。そして、妙光菩薩は、私なのです。今、世尊が放った、この光は、まさにその時の出来事と同じです。これから、世尊は、妙法蓮華経を説かれるでしょう。このように、文殊師利菩薩は、過去の因縁を語り、
これから釈尊が妙法蓮華経を説かれることを予告しました。この経典は、すべての衆生が仏になることができるという、非常に重要な教えが説かれています。皆さん、この妙法蓮華経は、私たちが悟りを開くための道を示してくれるものなのです。ぜひ、この釈尊が説かれた経典を学び、その教えを実践してみましょう。きっとあなたも釈尊のように仏になれることでしょう。次回は、方便本題にとなります。さらに深くこの経典の教えをお伝えして参りたいとますので、どうぞお楽しみに。それでは、またお会いしましょう。合唱。